こんにちは、トム吉です。これはモザイ B6 の長期レビュー動画です。半年使用後の使用感やトラブル、そして分解しての整備方法を紹介しています。前回に続き、自腹のガチレビュー、最後までお付き合いください。モザイ B6 を導入してから6ヶ月経ちました。半年間 AB6 を常用ジョイスティックとして使用してきましたが、良い点、悪い点を順に紹介したいと思います。良い点はやはり何といっても DCS のヘリのトリムが取りやすくなったことでしょう。離陸時にトリムボタンを押してセンタースプリング効果を無効化しながら離陸できるのは慣れれば飛ばしやすいですし、トリムボタンを離した時にスティックをセンターに戻す必要がないので、操縦に余計な気を使わなくても済みます。では良くない点です。アクティブシフターとしての機能をテストしていたところ、センター付近の遊びがかなり大きくなりました。原因は軸のネジの緩みでした。この件は後ほど詳細をお見せします。次に良くない点は、モザコックピットの作り込みです。基本的な機能は問題ないのですが、プロファイルの切り替えにフラストレーションが溜まります。プロファイルが機体ごとのみのため、機体間で同じ設定を使い回そうとすると、かなり手間がかかります。機体とプロファイルの関連付けに改良が必要でしょう。デフォルト設定とユーザー設定の区別も分かりづらい。モザには改良を頑張ってほしいところです。前述の通り、シフターとして使用したところ、Y 軸の遊びが出てしまったので、ここでは分解しての整備例を紹介します。なお、分解した場合保証を受けられなくなりますので、動画を参考に分解する場合は自己責任でお願いします。それではまずは底面の蓋を開けていきます。底面の保護シートを剥がします。ドライヤー等で軟化させると剥がしやすくなります。次に底面のトルクスネジを外していきます。まずは4隅のネジを外しています。ここでは電源ボタンの損傷を防ぐために、テープで端子側面を固定しています。6本のネジを外します。このネジは内部的にフレームを固定しています。4隅のネジより1つ大きいサイズになっています。慎重に隙間を空けつつ、内部コネクタの状態を確認します。蓋を後ろ側にスライドしつつ外します。次に左側コネクタを外していきます。手を入れる余地がないので、オープナーやベンチなどを使ってロックを外しています。コネクタの爪を折らないように注意が必要です。最後に右側にある4つのコネクタを外します。ロックラッチを押し込んで解除します。無事蓋が外れましたので、駆動部を見てみます。ベベルギアは樹脂製です。ラジコンでよく見られるような POM 類の樹脂だと思われます。ここは金属で作って欲しかったですね。BLDC は24スロットのようです。モーター部の細かい解析などはしていません。興味のある方はぜひ自分で分解してみてください。さて、今回緩んでいたのはこの5本のネジになります。このネジを締め直すことで遊びがほぼなくなりました。
今回は提供のロックタイトとともに、緩み止めワッシャーも入れています。平田ワッシャーの上に使用していますので、あまり効果はないかもしれませんが、ないよりはマシでしょう。ただでさえ振動の多い FFB ジョイスティックですが、ベベルギアですので、スラスト方向にも荷重変動があるはずで、この部分は普通よりもネジは緩みやすいはずです。モザには対策してもらいたいですね。周辺4本のネジはワッシャーが入ってませんので、締めすぎに注意します。ここもワッシャーを入れても良いかもしれません。というわけで、半年後のレビューというよりは AB6 整備動画になってしまいましたが、どうでしたでしょうか。軸のネジが緩んでしまったのはアクティブシフターとして操作を行ったことが原因でしたので、 AB6 をシフターとして使用することはギアの耐久性の不安もあって個人的にはお勧めしません。以上、AB6 使用時の参考になれば幸いです。高評価、チャンネル登録等よろしくお願いします。